物書きマイスターは AI 時代のアウトラインエディタです。小説だけでなく企画書や論文の執筆、ソースコード編集などを手軽に行うことができます。あらゆる物書きに携わる方のためのエディタです。紹介ページにアクセスすると簡単な紹介やドキュメントを見られます。アプリを開く前に言語を設定しましょう。言語を決めたらスタートライティングボタンを押します。これが物書きマイスターのメイン画面です。いきなり文章を書き始めてもよし、ノード名を変えてまずは準備をするもよし、まずは一般的なテキストエディタのように使い始めてください。一つの文章を書き始めたら、通常はファイルを変えて次の文章を作るでしょう。しかし本アプリならノードという単位で複数の文章を管理できます。一つのファイルの中に複数のノードを作成できます。ノードを作るには、ヘッダの新規アイテムボタンからノードをクリックします。ノード名を入力します。または、ノードを作りたいファイルや新ノードを右クリックし、子アイテムを追加をクリックします。この通り、あっという間にファイルとノードの2つができました。ちなみにファイルもノードの一つです。本アプリでは分かりやすさのため、単にファイルと呼びます。先ほどはファイルに直接文章を書いていましたが、作った子ノードをクリックし、別の文章を書くことができます。一つの小説や研究資料などで目的に応じてノードを作り、文章を分けることが可能になります。ノードを開くには簡単。目的のノードをクリックするだけです。でも、執筆している時にマウスに手を伸ばしてクリックするの、煩わしいかもしれません。そんな時はオルトキーと H、J、K、L で素早く操作できます。オルトキーと L で子ノードを選択します。オルトキーとJ で同じ階層の次のノードを選択します。オルトキーと K で同じ階層の前のノードを選択します。オルトキーと H で親のノードを選択します。
それからこのパネルを使えば、ツリービューを表示することなく操作できます。このメニューをクリックするとこのノードを選択します。このメニューをクリックすると次のノードを選択します。このメニューをクリックすると前のノードを選択します。このメニューをクリックすると親のノードを選択します。これでエディタでの執筆に集中できます。執筆に詰まったら AI エージェントを活用しましょう。本アプリでは私がゲンスパークやジェムで作っていた AI エージェントノベルアシスタント4エディティングを搭載。ヘッダーの設定からチャットパネルを開いたら新しいチャットセッションを開始します。するとすぐに質問や相談を依頼することができます。AI の設定をするには、ヘッダーの設定からアプリケーションの設定を開きます。対応 AI サービスは OpenAI や Google、オラマなど全部で7つ。AI の設定はお使いのブラウザにのみ保存されるので安心です。最も簡単なのはオラマです。オラマのクライアントアプリのインストールをしておきましょう。クラウドモデルを使う場合はアカウント登録しておいてください。何百回も使うのでなければフリープランでも十分活用できます。その後はアプリの設定から好きな AI モデルを選ぶだけです。それでは AI エージェントに相談をしてみましょう。
小説の新しい企画を作りたいと言ったら、目的に特化したスキルを自動的に選択して応答してくれました。 AI エージェントにはノードを添付したり、スキルやツールを使わせることで多彩なことを実現できます。もしデフォルトの AI エージェントに不満があったら、いっそのこと自分で作ってしまいましょう。チャットパネルのエージェント作成から作成できます。名前やアイコン、システムプロンプト、それから参照させたいノードを選択します。もちろんベースとなる AI モデルを個別に指定ができます。キャラクターとロールプレイしたい場合もここから設定できます。では作成したキャラクターと会話してみましょう。追加の指示がある場合は補足事項の欄に書きましょう。ロールプレイで誰を演じるのかなど、常に書いておきたい指示を書くのに便利です。この通り、自分の小説のキャラクターと会話が楽しめます。すべての相談をチャットパネルからする必要はありません。特定の目的に特化した AI 機能が揃ってます。それを単機能 AI と言います。ヘッダからターミナルパネルを開きます。このパネルでは、そのためだけの機能を持った AI がいくつか用意されています。言葉の言い回しを調べたいなら、表現辞典にお任せ。この通り、言い換え表現をこんなに調べることができました。翻訳もしてみましょう。翻訳してほしい文章と
翻訳先の言語を入力するだけです。一般的な生成 AI を使うとの言い換え表現を提案してや00を英語に翻訳してという指示を書かないといけません。それがこの単機能 AI ならいきなり要求を書くだけで OK です。AI 以外でも便利な機能が揃っています。アプリのパネルを開いたりノードを操作するのにマウスに手を伸ばすのが面倒ではありませんか。そういう時はコントロールキーを押しながら Q を2回押してください。これが便利なアプリコマンドラインです。ここにコマンドを入力すればアプリのいろんな機能を素早く実行できます。例えばノードを選択してみましょう。 TJ で次のノードを選択。 TK で前のノードを選択。 TH で親のノードを選択。 TL でこのノードを選択。さらに Vim 風に便利な使い方もできます。3DJ と入力すれば一度に3つ次のノードを選択できます。ノードを作成するなら G 入コマンドが便利です。ノードに目標の文字数を設定するなら G カウントコマンドで一発で設定できます。まだまだコマンドはたくさんあります。ヘルプコマンドでいつでも確認できます。ぜひ使いこなして快適な執筆環境を手に入れてください。登場人物の名前、毎回書くの手間じゃないでしょうか。そういう時は変数にセットしてしまいましょう。ヘッダから変数マネージャーを開きます。変数名と値を入力して登録します。変数は文字列なら何でも入れられます。また、アプリコマンドラインのセットコマンドでも変数を登録できます。文章中に使うにはドル変数名、
形式で入力します。エディタだけでは変数名でしかありません。ここでエディタを分割してプレビュー表示をしてみます。プレビュー表示はマークダウンやマーメイド図をきれいに表示するモードです。縦書きプレビューだとこの通り表示されます。変数名だった箇所が実際の値に置き換わっています。プレビューだとこの通り表示されます。変数名だった箇所が実際の値に置き換わっています。チャットパネルでも変数が使えます。長文のプロンプトをあらかじめ変数に登録しておくと効果抜群です。プログラム開発をしたことがある方はこの便利が身に染みてわかると思います。小説や論文執筆でも本アプリなら変数を使って徹底的に効率アップできます。現在、物書きマイスターはプレビュー版です。なるべくいろんな方々に使っていただいて、ご意見ご要望を募集しております。正式公開時は無料プラン、有料プランの複数構成を予定しています。ご期待ください。